ああ、くせえ、ゴミみたいな匂いがする。どうしてだろうな。あいつは本当に来た。俺は思わず身構えた。恐れていた通りの展開になってしまった。周りの同級生たちも顔を見合わせてひそひそ話をしている。きっと驚いているんだろう。あいつが20年前から少しも成長していないことに。もちろん俺もびっくりしていた。まさか大人になってからもこんな嫌がらせを受けることになるなんて。おお、臭いと思ったらコータじゃねえか。レイジ。あの頃のまま取り巻きを連れてニヤニヤ笑っているレイジ。楽しい気分が一瞬で台無しになった。俺は一生この関係から抜け出せないのだろうか。俺の名前はコータ、35歳、独身。個人事業主として清掃業に取り組んでいる。病気で他界した父親が残した事業を資産と一緒に引き継いだ形だ。清掃業は人が生活する場のほぼ全てに関わる重要な仕事。商業施設、病院、住宅、浄化槽、トイレなどあらゆる場所が俺たちの仕事場だ。創業した父がそうだったように、俺もこの仕事に誇りを持って取り組み続けている。ある日のこと、見慣れない郵便物が俺宛てに届いた。それは中学校の同窓会の招待状で漢字一同の名前を見ただけで懐かしい気持ちになった。中学校ってことは、すごいな。20年ぶりの再会ってことになるのか。まぶたを閉じると、あの頃の思い出が鮮明によみがえってくる。実は俺は中学校に行くのが嫌でたまらなかった。中学時代は辛くて仕方がなかった。毎日あんな目に遭っていたのによく不登校にもならずに通い続けたもんだ。中学生だった頃、俺はあるクラスメイトから執拗な嫌がらせを受けていた。相手の名前はレイジ。親が不動産業を営んでいて金持ちで知られる嫌なやつだった。レイジは俺の父親が清掃業なのを知っていて、ことあるごとに俺をからかってきた。おい、お前ら、窓開けろよ窓。早くしろ。コータがいるせいで教室が生ゴミくせえんだよ。レイジには常に何人もの取り巻きがついていた。彼はそいつらを使ってはいつでも好き放題にやっていた。また不運なことにうちのクラスは比較的裕福な家の子が多かった。親が議員だったり会社の社長だったり土地の名士だったりという具合だ。そんな中、父親が個人事業主として清掃業を営んでいる俺の立場はかなり低かった。お前は臭い、親が臭いから匂いが移る。そう嫌になるほどからかわれていた。授業中、たまにクラスメイトと班やペアを作らなければならないことがある。そんな時、俺は毎回と言っていいほどあぶれてしまうのだった。教師の指示で俺を受け入れる班はみんな渋々といった様子だったのを覚えている。もちろんすべてのクラスメイトが意地悪で嫌がらせに肯定的だったわけではない。彼らが恐れていたのは俺と親しくしているとレイジに睨まれてしまうことだ。俺にはそのことはよくわかっていたから進んでみんなと交流を持とうとはしなかった。昼食は弁当だったが、俺は誰かと一緒に弁当を食べたことはない。しかも教室で食べたことすら数えるほどしかない。それは必ずレイジにひどく怒られるからだ。生意気に教室で弁当食ってんじゃねえよ。飯がまずくなるだろうが、さっさとうせろ。俺は屋上へと続く階段の踊り場やトイレなど目立たない場所でひっそり食事をとった。教室の賑やかさを遠く感じながら虚しさや悔しさをかみしめる、そんな毎日だった。レイジの親は学校に多額の寄付をしていた。そのこともあって教師の多くはレイジの振る舞いに対して寛容だった。というより何も言えない様子だった。校長や教頭からしてそうだったから仕方がない。言うならば俺の存在は学校公認のサンドバッグのようだ。
俺がレイジに何をされようと教師たちは見て見ぬふりをした。あまりにもひどいと思われる場合でも簡単に口頭で注意するだけだった。学校の中には問題を大きく取り上げてレイジとその親を敵に回そうという教師は一人もいなかった。しかもレイジが何もしなくてもその取り巻きたちは積極的に俺をいじって苦しめた。そうすればレイジが喜び自分の評価が上がることを誰もが察していたからだ。何かクラスで問題が起きた時も彼らは俺を犠牲にすることで解決を図ろうとした。例えば誰かが誤ってガラスを割った時、あるいはクラスメイトの持ち物がなくなった時、レイジとその取り巻きたちは必ず俺を犯人に仕立て上げた。この貧乏野郎、お前がいるせいでクラスメイト全員が迷惑してるんだよ。反省しろ。俺にできる最大の抵抗は泣きもせず声も上げず黙って連中の暴力を受け入れることだけだった。唇を噛んで屈辱に耐える俺のことをレイジも取り巻きたちも生意気だと罵った。俺が泣き虫で従順だったなら奴らもあれほどエスカレートしなかったのかもしれない。清掃業では普段掃除に取り組む時とは違う覚悟や技術を求められることがある。例えば事件や事故の現場、ゴミ屋敷、自殺や孤独死で発見が遅れた方の住まいなど、そういった場所を速やかに現状回復させる仕事は特殊清掃と呼ばれている。人の死に接する辛い業務とあって、同じ清掃業者の中でも敬遠する人は少なくない。大々的に宣伝してはいなかったけれど、うちの親はそんな特殊清掃も請け負っていた。人は誰もが死を厭う。俺の存在を不吉とみなし、遠巻きにするクラスメイトは多かった。親が死に触れる仕事をしているというだけで、俺をのけ者にする理由は十分だった。ただ俺は、阻害されていることを親には一度も言わなかった。というか、とても言えなかった。父親が清掃の仕事に誇りを持って臨んでいることをよく知っていたからだ。この仕事は誰にでもできる仕事じゃない。でも誰かがやらなきゃいけない。その役目が俺に回ってきたんだ。亡くなった方のためにも全力を尽くして自分の役目を果たそうと思っているよ。父は胸を張って仕事をしている。だったら俺も堂々としていないと。父に対して申し訳ないと思っていた。そんな気持ちから俺は学校で嫌がらせを受けていることを家では一切話さなかった。嫌がらせが激化してどんなに学校を休みたいと思っても歯を食いしばって通い続けた。孤立しているように見える俺だったけれど味方が全くいなかったわけじゃない。俺が最悪の道を選ばないように何かにつけて守ってくれるクラスメイトがいた。彼女はフミカという名前だった。フミカはレイジに負けないほどのお金持ちの娘で、両家のお嬢様を地で行く女の子だった。俺が傷を負えば率先して手当てをしてくれたし、チームやペアにも率先してなってくれた。レイジたちの嫌がらせが同行しているときは、すぐにクラス担任を呼びに行ってくれた。フミカにクラスでの孤立を恐れる様子はなかった。レイジとその取り巻きたちのこともちっとも怖くないようだった。彼女がどうして自分を助けてくれたのか、理由は今でも全くわからない。ただ、とにかく当時の俺にとってフミカの存在はまさに地獄に舞い降りた天使だったのだ。だけど残念なことにそんな時期は長く続かなかった。フミカが転校してしまったからだ。俺は彼女に一言お礼が言いたかった。けれどその勇気がなくて結局は言えずじまい。しかも邪魔者がいなくなったことでレイジたちの行為がエスカレートしたため、俺はフミカにお礼を言うどころではなくなってしまったのだ。クラスメイトたちとの20年ぶりの再会、同窓会に参加すればもしかしたらフミカに会えるかもしれない。会ってあの時はありがとうの一言を伝えられるかもしれない。レイジと取り巻きたちが来る可能性もある。だけど今ではも
全員が30を超えたいい大人だ。人として成長しているはずだし、深く心配する必要はないだろう。俺は催しに参加する決意を固めた。自分の考えがいかに甘いかを痛感することになるとも知らないで。同窓会当日、新調したスーツに身を固めた俺は緊張して会場に入った。立食パーティーのスタイルだった。壁に沿って華やかな料理がずらりと並び、バーカウンターも用意されている。点在するテーブルには同級生たちが集まって思い思いの話をしていた。そのうちの数人が俺に気づき、笑顔で手招きをしてくれた。俺は何とも言えずほっとした。呼び寄せてくれたのは、レイジに対して批判的だったグループの一人だ。今、コウタの話をしてたんだよ。あの頃はごめんな。勇気がなくて助けてやれなくて。勇気がなかったのは俺だって同じだよ。みんな頭を上げてくれよ。もう昔のことじゃないか。俺は内心嬉しさで泣きそうだったが、にじむ涙を瞬きでごまかした。当時の自分が決して孤独ではなかったことを改めて実感できたからだ。俺のことを助けたいけれど、そのための一歩を踏み出せない。そんな自分を不甲斐なく感じて、ずっと苦しみ続けたクラスメイトもいたんだ。俺たちはお互いの再会を喜び、酒を飲み交わし、20年分の空白を少しずつ埋め合った。歓談を続けながら、俺はそれとなく彼女の姿を探した。ふみかは来ていないのだろうか。会場を見渡すけれど、何しろ広い。人数も多く、あれから20年も経っているので、誰が誰なのかよくわからない。そんな時、周りにいたクラスメイトたちが青ざめ、さっと視線をそらすのが分かった。ああ、くせえ。やけにくせえな。ゴミみたいな匂いがする。どうしてだろうな。なんということだろう。まさに一瞬にして当時に戻った気分だった。まさか大人になってからもこんな嫌がらせを受けることになるなんて。おお、臭いと思ったらコウタじゃねえか。レイジ。振り向くと、そこには取り巻きを連れてニヤニヤ笑っているレイジがいた。それまでの楽しい気分が台無しになった。他のクラスメイトたちは口をつぐみ、成り行きを見守っている。おい、聞いたぞ。コウタ、お前、親父の後を継いだんだってな。町のお掃除係ってか。汚れ仕事、一生を底辺のまま過ごす覚悟ってわけだ。ご苦労なこった。やめろよ、レイジ。少しは大人になれよ。外野は黙ってろ。俺はコウタと話してんだよ。その一括で俺を守ろうとしてくれたクラスメイトは悔しそうに引き下がった。憎まれっ子、世にはばかる。レイジの押し出しの強さと威圧感は今でも健在のようだ。レイジは現在、家業である不動産業に携わっていると聞いたことがある。ただ、事業はそれほどうまくいっていないというのがもっぱらの噂。その憂さ晴らしをするつもりなのかもしれない。彼は俺にしつこく絡んできた。よく見ると顔がかなり赤い。すでにかなりの量の酒を飲んでいるらしい。コウタ、お前まだ独身か？独身だよな。お前みたいな情けないやつと一緒になりたいなんていう女いるわけねえもんな。誰がわざわざ底辺を選んで結婚するかってのは。何をもって人を底辺だなんて呼ぶんだ。社会の役に立って誰かを支えているなら、どんな仕事にも上下はないはずだ。言ってやりたいことが山ほどあった。だけど俺は何も言えなかった。ただうつむいて視線をそらすだけ。あの頃と同じだ。大人になりきれていないのは俺だって同じなんだ。アルコールのせいでタガが外れたレイジの言動は一層激しくなっていった。哀れなもんだな。毎日ゴミまみれで。そういう星のもとに生まれついたんだから仕方ねえか。あ、そうだ。コウタ、お前臭いから消毒な。
そういうなり、レイジは俺の頭の上でグラスを逆さにした。冷たい酒が頭を濡らし、首筋を伝って胸元まで流れた。スーツもびしょ濡れになった。ざわめく会場。注目を一身に浴びたレイジはよほど嬉しいのか大声で笑っていた。レイジとの関係は一生このままなんだろうか。酒の冷たさと募る悔しさで俺が全身を震わせていた時だった。女性が2人つかつかと近寄ってきて、1人が俺にハンカチを差し出してくれた。もう1人は俺をかばうようにして立つと、レイジを見上げてピシャリと言い放った。ちっとも成長していないのね。本当にがっかりだわ。フミカ？お前、フミカなのか？またもや会場がざわめいた。フミカはハッとするほどの美貌を備えた大人の女性になっていた。圧倒されたレイジが後退すると、取り巻きたちもつられて、一歩、また一歩と後退した。そんな男たちの様子に呆れた様子で、ふんと鼻を鳴らすフミカ。振り返った彼女は俺の手を取り、行きましょう、と歩き出した。大事な話をしに来たけど、もうその必要はないみたい。田中、予定はキャンセルよ。おい、待てよ、フミカ。追いかけようとするレイジのことを田中と呼ばれたもう一人の女性が遮った。全く見覚えがない人だ。年齢的にも俺たちよりかなり上のように見える。彼女はレイジに対していかにも残念そうにこう告げた。あなた、5億円失ったわね。はあ？おい、ちょっと待てよ。どういうことだよ。慌てふためくレイジを押し止める田中。騒然となった会場を出て、俺はフミカに手を引かれたまま地下駐車場へと向かった。俺はフミカに促されて黒塗りの高級車に乗り込んだ。歩いている間に濡れた髪もスーツもある程度は乾いたようだった。隣に腰掛けたフミカに俺は改めてお礼を言った。ありがとう。20年前もそうだったよな。いつもフミカだけは俺をかばってくれた。気にしないで。私にできる精一杯の恩返しがあれだっただけよ。恩返し？そうよ。コウタくんのお父さんに対する恩返し。意外な答えが返ってきた。俺の父親への恩返し。聞けば、フミカはかなり複雑な家庭環境で育ったという。彼女は実は妾の子で、経済的な理由から母親と別れ、父親に引き取られたというのだ。私が中学生の時だった。今は秘書を務めてくれているさっきの女の人、私のお世話係の田中が教えてくれたの。私の実の母親が孤独死した状態で発見されたことを。死後何ヶ月も経過していたこともあり、現状回復を引き受ける業者はいなかったらしい。そんな時、手を挙げたのが俺の父親だったらしい。コウタくんのお父さん、私の家で父と話をしていたわ。作業の段取りなんかを説明していたんだと思う。終わった後、私が見ていることに気づいて話しかけてくださったの。父さんはなんて？お悔やみ申し上げます。お母様のこと、あとは私にお任せくださいって。私、泣いていたんだけど、その言葉でもっと泣いちゃった。誰も母を助けてくれないと思っていたから。作業はできるだけ秘密裏に目立たないように行われた。愛人の高井がフミカの父の汚名にならないよう、本人も周囲もかなり気を使ったらしい。父も秘密を貫き通した。少なくとも俺はそんなことがあったなんて何も知らなかった。今日こうして会えてよかった。何も言えないまま転校してしまったから気になっていたの。あの頃は面と向かってお礼も言えなくて、今まですごく後悔していたわ。そう言うと、フミカは姿勢を正して俺に深々と頭を下げた。生前、お父様には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。フミカ、こっちこそありがとう。
文香は現在、父親から会社の経営を一部任されているという。事業拡大のため、レイジが経営する民泊ホテルを譲り受ける予定だったのだとか。いわゆる M&A ね。私はレイジ君からホテル事業を5億円で買い取る予定だった。彼に代わって社員の契約を引き継いで雇用を維持する条件でね。だけど、今日の俺に対するレイジの仕打ちを目にして完全に気が変わったらしい。あえてレイジの会社を選ばなくても魅力的な事業なら他にいくらでもある。レイジは困るだろうな。俺がそう言うと自業自得よ。と文香は笑った。その後 M&A 失敗の責任を取らされたレイジは散々な目にあったようだ。自暴自棄になって酒浸りになり、酔っ払ったまま出社して社員たちの顰蹙を買った。父親の耳にその話が入ったことで、レイジは追い出されるようにして退職。実家からも勘当され、貯金を切り崩しながら一人で生活をすることになったらしい。贅沢に慣れてしまったレイジに節約や倹約といった意識はない。あっという間に貯金を食いつぶし、路頭に迷う羽目になったのだとか。一方、俺の生活はその後も順調そのものだ。文香のおかげで前よりももっと自分の仕事に自信を持てるようになった。加えてプライベートでもたびたび彼女と会うようになった。お互いにもう35を過ぎた独身同士。結婚の線も大いにあると思う。いつか俺に子供ができたら、その子は清掃業という俺の仕事をどう感じるだろうか。お父さんの仕事は町のお掃除屋さん。そう言って胸を張ってもらえるよう、俺はこれからもひたむきに働き続けたいと思う。